V1 rotate. V2. Positive rate. Get up. Very up. Contact Central Departure 120.0 CIS1. こんばんは、新パイロットきよきよです。いつもはフライトシムの画面からお届けしていますが、今回はご覧の通り、のどかな田園風景をバックにお送りしています。でもご安心ください。この動画ももちろん航空系に関わるお話です。実は今回、私のチャンネル初の現地取材の依頼をいただきました。内容は、なんと現役パイロットの訓練にも使われる FTD、正式名称フライトトレーニングデバイスを体験してみませんかというものなんです。しかも元国内の主要航空会社の機長だった横田教授に学校を案内していただけるという、こんな貴重なチャンスはめったにありませんから、もうワクワクが止まりません。ということで、今はいくつかの電車を乗り継いで千葉県の銚子駅へ向かっているところです。ここは日本で一番早く日の出が見られる場所としても有名なんですよ。そして今回の取材は私一人だけではありません。もう一方、とても有名な方とご一緒させていただいています。それはりょうたしむチャンネルさん。マイクロソフトフライトシミュレーター2020、2024の情報や解説、レビュー動画など幅広く活動されている方で、特に映画のような映像表現に定評があるフライトシム界隈では有名な YouTuber さんです。今回、りょうたシムさんからご一緒しませんかとお誘いいただき、2つ返事で喜んで同行させていただきました。今回訪問させていただいたのは千葉科学大学。2004年に開学したこの学校には、日本国内有数のパイロットを養成する危機管理学部航空技術危機管理学科があります。パイロットを目指す学生さんたちは4年間のエアラインパイロットプログラムの中で、途中にアメリカ留学も経験し、飛行に必要な PPL、CPL などの操縦士免許を取得した後に、日本の主要な航空会社へ就職していくという、私からすると本当に憧れの場所なんです。そんな素敵な場所に今回特別に訪問させていただきました。学校は本当に海が近くて、撮影当時は高そうなヨットがちらほら見えました。横田教授によると、夏にはビーチで泳いだりもできるんだそう。そんなキャンパスライフ、一度でいいから送ってみたかったです。さて、雑談はこれくらいにして、特別に学校内にある看護学科棟の屋上テラスから施設全体を見せてもらいました。天候の条件が合えば、ここから富士山が見えるんだそうです。取材した日は本当にお天気に恵まれて、素晴らしい景色を一望できました。千葉科学大学には、今回取材させていただいた危機管理学部の他に、地域、救急、災害医療の現場で即戦力となる看護師を養成する看護学部、そして薬の専門家を養成する薬学部があります。薬学部の建物は、銚子市の絶景スポット、屏風ヶ浦をイメージとしたギザギザのデザインになっていたりと、学校内の建物は周囲の景観に合わせた赤っぽい建物がたくさんありました。もちろん食堂や体育館、図書館も完備されていて、学生さんの勉強や健康にも配慮した素晴らしい学校となっています。また、防災シミュレーションセンターという災害対策本部を想定した訓練ができるユニークな施設もあったりします。ということで、話を航空系に戻しましょう。千葉科学大学さんには、独自に航空機の格納庫を持っているとのことなので、
特別に中を見せていただきました。ここには実物のグライダーやエンジン内部が見えるようになっているセスナ。私の身長の倍以上、およそ3メートルはありそうな巨大なジェットエンジンが置いてありました。セスナはなんと特別に触ったり乗ったりすることができました。やっぱりシミュレーターとは違って実物は本物の感触がダイレクトに伝わってきていいですね。操縦桿の重さとか手触りとか全てがリアルで、もう乗った後には興奮しっぱなしでした。そして一般の人はまずお目にかかれないであろうボーイング767の JT9D というエンジンの内部です。こういった実機のエンジンを保管している学校は全国でも珍しいとのこと。いやー、それにしてもハーネスや配管がびっちりありますね。メカ好きにはたまらない光景かもしれません。ちょっと驚いたのがエンジンのブレードです。すごく重いんだろうと思っていたのですが、なんと片手で簡単に回せちゃいました。横田教授曰く、中にあるベアリングのおかげで簡単に回せるんだとか、また一つ航空機に関する知識が増えました。さて、皆さんお待ちかねの飛行訓練シミュレーター FTD を見ていきましょう。今回操作させていただいたのは、総発のプロペラ機バロンとジェット旅客機ボーイング737です。これらをりょうたシムさんと私で交代しながら体験させていただきました。画面に映っているスイッチ類は本当に全て操作ができるんですよ。まずはバロンを体験させてもらいました。最初に感じたのはマイクロソフトフライトシミュレーターと機体の挙動が全く違うということ。マイクロソフトフライトシミュレーターの機体って左右の旋回がすごい軽く操作できて、簡単に滑走路と一直線に並んだり、効果も簡単だったりすると思います。ところがこの訓練用のシミュレーターは一つ一つの操作が重く、機体の感性もしっかりと働くんです。だからいつもは簡単にできる180度の旋回でも滑走路にまっすぐ並ぶのが本当に難しかったです。それに効果も思ったように機体が下がってくれなくて苦戦しました。驚いたのはこのシミュレーターを大学の1年生が授業や自由時間に飛ばして完璧に操縦やチェックリストをマスターしているというんです。いやー、本当に素晴らしいですね。そして最後は夢にまで見たボーイング737の操縦訓練シムです。この時は4年生の A さんが隣に座ってくれて、無線や操縦を補佐するコパイロット役を務めてくださり、本当に現実さながらの操縦訓練を体験させてもらいました。プライバシーの都合上、A さんにはモザイクが入っていますがご了承ください。先に断っておきますが、私、ボーイングのようなヨークタイプの操縦桿を触るのはなんと今回が初めてなんです。普段はエアバス A320 のスティックタイプで操縦しているので、感覚が全くわからず、終始おっかなびっくりな操作でした。私が離陸と仙台への ILS 着陸、りょうたシムさんは夜の羽田への LDA22 着陸にチャレンジしていました。りょうたシムさんの着陸については、ぜひ彼のチャンネルでチェックしてみてください。セントラタワー11885 CS1 行ってきます。一番奥ですか、外の一番奥。あ、椅子持ってきました。はい。次、回しました。先輩だけ立たせない。L1 ヘディングセルトが
1 rotate. V2. Positive rate. Get up. Turn up. CIS1 コンタクトセンターやディパーチャー120.0。コンタクトセントルデパーチャー 120.0 CIS1。A さんが無線を担当している間に私が MCP を調整したりと役割分担をしながら操作するのがとても新鮮でした。そして肝心の機体挙動ですが、マイクロソフトフライトシミュレーターとは全く違いました。まるで巨大な鉄の塊を操作しているような、とてもゆっくりとした挙動です。それから操縦桿がすごく重い。上下の操作は比較的簡単なんですが、左右の動きはまるで巨大な岩を動かしているかのような、それぐらいの重さでした。着陸時はこの操縦桿を片手でしっかり持って、もう片方はスロットルの操作をしなければならないので、少しでも滑走路からずれた場合の修正が本当に大変でしたね。マイクロソフトフライトシミュレーターだと簡単に操作できるようなイメージを持つ小型機でも、やっぱり体で操るための筋力は必要なんだなと FTD を操作して改めて感じました。100. Flight slow. 50, 40, 30, 20, 10. スピードブレーキアップ。リバースラズノーマル。FTD を体験させていただいた感想としては、パソコンの画面上でしか体験できなかったコックピットを実際に操作できて本当に興奮したことと、このような素晴らしい訓練シムを使っている生徒さんに脱帽したこと、そして何よりもパイロットを育てている千葉科学大学さんは素晴らしい学校なのだということが理解できました。最後に千葉科学大学の生徒さんへパイロットになりたかった理由、そして今回ご案内していただいた横田教授にこの学校の魅力をインタビューしました。はい、私は実家が空港から近く、小さい頃から飛行機に興味がありました。具体的にはなんであんな大きな塊が浮いてるんだろうと興味を持ちまして、そこから飛行機に興味を持ってパイロットになると思いました。私は、小さい頃近所にパイロットが住んでいてよく話す機会がありました。その際、その話に興味を持ち、パイロットという職業に憧れを持ったためパイロットになろうと思いました。もともとはその千葉でパイロットコースを探していたんですが、千葉県の大学でパイロットコースがあるところがここだということをネットで知ってオープンキャンパスに参加しました。私は、パイロットコースがある大学を探していく中で千葉科学大学という一つの選択肢を見つけました。はい、学生に一番伝えたいのは単なる操縦技量ではなくて、現在のパイロットは状況認識と状況判断力が非常に求められています。そこで高度な状況認識力、高度な状況判断力が養えるということを最重点に教育をしています。本学の一番の違いはですね、3年生の秋までにほとんどエアラインパイロットとして必要な事業用操縦士、多発飛行機、それから景気飛行証明、航空通信士の資格を取り終えてしまいます。4年時には 737FTD を使って非常に高度な半ばエアラインで実施するような訓練を行うことができます。そのためにエアラインに非常に高い合格率を誇っていますし、さらにはエアラインに入社した後に副操縦士になるときに非常にスムースになれるという点が本学の最大の特徴だというふうに考えております。現役時代に大変だったフライトっていくつかあるんですけれども、そのうちの一つはですね、737に乗っているときに操縦用の景気パネルが全部電源が落ちてしまって真っ暗になっ
一切オートパイロットでの操縦ができなくなったことがございます。ただしその時は私は対処法をあらかじめ知っていたので、それに対処して元に戻して飛ぶようなことができました。747は多分空力的に考えて一番世界で優れた飛行機ではないかというふうに考えております。非常に安定した飛行機でして、ハンドフライング、手で操縦しても常に自分が思ったように飛ぶようなことができるという飛行機でした。それに対して737ですけれども、操縦性はかなり大変にはなるんですけれども、逆に737の安全なところとして、油圧系統がダメになっても、いろいろな機器がダメになっても人力で飛ぶことができるという飛行機で、非常に安心感を持って飛べる飛行機でした。エアラインパイロットですけれども、エアラインパイロットという職業は毎フライトいろいろ条件が変わります。景色が変わりますし、飛ぶ場所も変わります。さまざまな変化の中で自分の知識を最大限に生かしてお客様に最適な快適なフライトを行うということは非常に充実したことができるというふうに考えています。で、これからエアラインパイロットを目指す方は非常に景色は素晴らしいですし、いろいろな毎回違う事象への対処ということもできます。非常に面白い楽しい職業だというふうに思っています。ぜひぜひエアラインのパイロットを多くの方が目指してくれればというふうに考えています。パイロットを目指す皆さん、千葉科学大学で待ってます。千葉科学大学の古川さん、長徳さん、横田教授、そして取材当日担当していただいた生徒さん、大学職員さん、本当にありがとうございました。ぜひパイロットを目指している視聴者さん、千葉科学大学を目指してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。